ともと EFT のコスプレをしようと思ったのが2022年の7月頃だったというように記憶しております。もともとそれほどですね、ゲーム自体は好きだったんですけども、直接ゲーム内の、要は雰囲気を作る装備ですとか武器に関してはあんまり興味がなかったんですけども、実際にゲーム内に出てくる装備、名前ちょっと調べてみたら、これは実は実物がいろんなところにあるゲームなんじゃないかっていうところに気づいて、今回、今までですね、実際にある装備を買ったり、作ったりして、ゲーム内により近づけていくような、イメージで遊んでいたところ、ちょうどコスプレというような形に、落ち着いたような流れになっております。では皆さんこんにちは、自家発電大臣と申します。今までゲームの再現ですとか装備の再現をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、配信自体は約4年ほどで、そのうちタルコフを5000から6000時間、ほとんどの時間をタルコフを配信させてもらってます。日本のストリーマーで、タルコフを配信させてもらっているたまっち23歳です。よろしくお願いします。実際に、装備を作るにあたりましては、まず実際ゲーム内に登場している装備、ですとか服を、ちょっとゲーム内でじっくりと見ます。でそこに、ついている例えばポーチですとかメディカルポーチですとかユーティリティポーチ、いろんなポーチがありますけれども、そういったものを、実際どういったメーカーのものを使っていて、どういう形のものを取り入れているのか。では実際に作っていく過程なんですけども、ちょっと今制作過程のものがありましたので、これをちょっと作っていきたいと思います。でミシンをするにあたってちょっと注意事項というか、私自身が気をつけているところなんですけども、まず縫う前にですね、ちょっとピンク色ですけども、こうやって当たりをつけていくような形になります。でこの当たりをついているところを縫うことによって綺麗な形で作るような作ることができる形になります。日本の方でも EFT のですねゲームは非常に知名度があるゲームだと私は思っております。実際にエアーソフト、サバゲーですね、そういった場でもタルコフの帽子ですとかパッチをつけている方は多く見られます。ただあまり実際のゲームと同じような装備を組んでみようっていう方はあまり多くないような印象がありますね。ちょっと私の狭い範囲でのお話にはなるんですけども、 SNS 上だとおそらく30から40名ほどが実際にゲームに近い装備を再現されている方だと思います。タルコフはそもそも、高校生時代に YouTube を見ている中、その時当時見ていた、シュラウドさんの、YouTube の動画を見て、このゲームは何だろうと興味から自分で調べて、これはタルコフっていうゲームなんだというところからまずタルコフを知って、でその後、約3年後ですかね、アリーナが出てアリーナも同時に知ったといった形になります。タルコフはアリーナも含めて約7000から8000時間ほどプレイさせてもらってます。タルコフはですね、他の FPS やさまざまなゲームと比べるとやはり難易度の高い、ハードなゲームとなっていますが、やはりその中でも日本人はよく、耐久といったような難易度の高いプレーを求めることが多く、その一環でやってる方が多いかと感じます。また、やはり、クリアができないものだとどうしても、諦めてしまったり、ちょっと難しいかな、やめとこうかなってなってしまう中、さまざまなストリーマーや配信者が、カッパを取ったりなどさまざまな難易度の高いタスクをやることによって、自分でもできるかもしれない、私でもできるかもしれないと思っていただくことによって、それもモチベにつながっていろんなプレイヤーがいるんじゃないかと考えています。
実際に装備を揃えるとなるとまず結構皆さんもお分かりの通り大変だと思うので、例えば似たものをちょっと探してみたりとか、似た柄の迷彩のポーチをつけてみたりとかっていうのも非常に私は見た目を近づけていく上で、有意義なものだと思っております。で実際に私もミシンで装備を自作し始めたんですけども、やってみると案外中学校の家庭科の授業で習ったことをあれば、あとはミシンですね、知識とミシンがあれば意外と作れるものなので、ぜひ皆さん装備再現の方を自作も含めてご検討いただければと思っております。実際にゲーム内で組んだようなものがここに並んでおります。で、ちょっとゲーム内でよく使うのがこの AKM ですね。結構見た目が好きなので、実際のゲーム内の性能には問わずちょっとこの形でゲームをやっております。実際に、東京マルイのガス風呂なんですけども、こんな風に遊んだりですとか、あと実際にマガジンですね。よいしょ。結構近場にあるので、こういったもので実際に入れて、テストしたりとか、装備の再現をするためにちょっと近場に銃を置いているような形になります。一番好きなキャラクター、ちょうどここにもいますけれども、グーンズのナイトになります。実際も皆さんも何度か接敵したことはあるとは思いますけれども、彼非常に積極的に前に出るようなタイプになっております。急に発砲音がしたと思ったらもう目の前に出るような、この緊張感を与えてくれるようなキャラクター性が非常に私は好感が持っていると思います。あとはなかなかない見た目もありますので、こういった見た目の特徴も非常に私は好みに思っております。最高、インスタ上でこんな風に生地で縫ってこういったパーツを取り付けてみたよっていうものをあげたところ、ここの生地はこうなってて、紐の通し方はこうなってるよっていうようなスケッチを実際にインスタの方で送っていただいたモデリング担当の方がいらっしゃいます。ちょっとお名前出していいということなので、ゆうさんという方が実際に私に教えていただいたんですけども、こういったゲームを開発している方と直接やり取りをして、話題になるっていうのは非常に私の中でも貴重な体験というか楽しい体験をさせていただいたと思っております。はい、こちらが多分皆様見たことあると思います、タルコフ内のA18 のプレートキャリアになります。入手がちょっと難しかったので、ゲーム内の写真をもとに、作らせていただきました。でこの辺のポーチなんかも実際に自作をさせていただいたものになります。はい、でこの辺にも実際にグレネードが入ったような形になっております。先ほど言ったシュラウドさんの、動画がですね、まるで生放送してるかのようだったので調べたところ、そこで Twitch というものを知り、タルコフを、本来配信する予定はなかったのですが、友人から、タルコフ前から配信してみなよと言われ、そこからタルコを配信して今にやってあります。まずですね、タルコフは日本でも特に、ワイプ直後になりますと、ゲームの中ではおそらく1位2位を争うほど、それこそ、大手のいろんなプロの方も含めストリーマーの方もいろんな方が、プレイする大人気コンテンツとなっておりまして、また、タルコフのみの、配信をしている方でも、タルコフの面白い企画を考えたり、それこそ耐久といったような長時間プレーをして、その中でタルコフ魅力を伝えていく方が多いのではないかと考えてます。やはり日本のコミュニティ、そのストリーマーが、意外と何て言うんですかねこの少ない
言えばいいんですかね。その中でその知り合いと会うことがよく多くて、ね、その自分が倒した敵が、知人であったり、それこそ自分が倒された時相手の名前を見たら、知人だったといったようなことがたびたび起きるので、そこが面白いかなと思います。実際にちょっと部屋にあるものを引っ張り出してみました。実際に集め始めたのが、2022年なので、私が24歳の頃ですね、ちょっと興味を持って集め始めました。今2024年のなりますが、2年経ちまして今26ですね。2年間でおおよそ19着ものちょっと装備を集めるような形になりました。この中だとそっちの2番目にある ANM2 のプレートキャリアになります。実際にちょっと初めて興味を持ったのがこのプレートキャリアになります。で、実際ちょっとどうすれば購入できるのかなっていうのをちょっと調べていったところ、友人からこのサイトで購入できるよっていう情報をいただいたので、じゃあちょっと物は試しとゲーム内と同じものを揃えてみようっていうのがことの始まり、ちょっと揃え始めた理由になります。TGS については非常にワクワクしております。やはり皆さんと直接EFT タルゴフのファンですとか、そういった方々も日本国外問わず一緒に触れ合えるイベントとなっていると私は思っていますので、まずはそういった点皆さんと一緒にコミュニケーションを取れるところが非常に楽しいなと思っております。実際今後ですね、皆さんゲームの中身ですとか、あとはクオリティライフの方にも興味を持っている方もいると思うんですけども、そこにプラスして例えばゲーム内のディティール、どういったアーマーが使われているのかなですとか、どういったパッチ、どういったモデリングがされているのかなっていう細かいところももし興味が持っていただける方が多くなれば、私の方も一緒に楽しめるのかなと思っておりましたので、ぜひ皆様も隠されたものを見つけていただければと思います。現在タルゴフのプレイヤーやストリーマーが増えていく中、さまざまな方がこのタルゴフというゲームをプレイしていて、それのまずやっぱり日本のさまざまなそのプレイヤーの夢、目標となれるようなプレイヤーになりたいなと考えて日々配信をしています。まずですね、今回タルゴフ BSC さんの方からストリーマーチャレンジといった大きなイベント、順位1位から3位のいずれかに入賞するとストリーマーアイテムになるというイベントに出させてもらって、そこで見事1位を取ってアイテムになったといった形です。また自分が今回クナイというアイテムを選んだ理由としましては、日本っていうイメージが真っ先につくのではないかと考えクナイにしました。本来であれば自分のイメージのアイテムを選ぶと思うんですが、自分は自分のイメージよりもやはり日本というコミュニティの中でもタルコフが有名になっているよということを世界の方々に知ってもらいたく、日本といったらどうやるかな、担当やクナイの方がいいのかなという、アニメでもナルトで、海外では有名だと思うので、そのナルトが使っているクナイを自分のアイテムにすることによって、日本もタルゴフをたくさんやってるんだなといったイメージを持ってもらえるんじゃないかと考えてクナイを選びました。
今考えているのは今までですとアーマーですとか、チェストいわゆるチェストリーグやポーチなんかを作ってきたんですけれども、今度はちょっと洋服の方にちょっと挑戦をしてみようかなと思っております。今現在タルコフのゲーム内に実装されているサーパットっていうパンツなんですけども、こちらが実際にこう入手しようとするとなかなか大変なものになっていたので、ちょっと似たものを今後作れるように、ズボンですね、努力してちょっといろんな裁縫パターンを学びつつ、新しい被服を一着作ってみたいと思っております。アリーナですね、前回の、TGS で実際にアリーナが公開されて、そこからさまざまなマップが増えて、今回新しいマップが追加となりましたが、今回のマップはなんとかなりタクティカル、戦術面で重要な方が、重要性が高まるんじゃないかなと思ってます。従来のアリーナはやはりタルコフの打ち合いの仕方を知っている者がよりマップを制しラウンドを制すものではありましたが、今回の新しいマップなんと戦術面がかなり大事になってくると思います。実際にコスプレイヤーとして出演させていただいて、まず一番最初に思ったのは参加者の皆さんのゲームに対する愛というか好きという気持ちが非常に大きいものと思っております。実際に BSG のメンバーの方々と触れ合ったりですとか会話をすることで、皆さんにもちょっと伝わっているとは思いますけれども、やっぱり、あのゲームを大好きですっていう方が実際に足を運んでゲームをプレイしていただいているところがまず大きいところだと思います。で、実際にコスプレをして他の方々と触れ合って思ったのは、やはり実際にリアクションをいただけて、ゲームの中のモデリングが実際に現実にも存在するっていうところを改めて皆様の方にも認識をしていただけるというか、見ていただけるっていうところは非常に私の方としても一緒に活動させていただいて楽しいところではございますし、合わせて他の私以外のコスプレイヤーの方々も皆さんと一緒に触れ合えることを非常に楽しく思っていると思います。まずはこの場でちょっと私の話にはなるんですけども、皆様の方には感謝をお伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。田町レプリカ区内を、実装してもらうことができましたが、やはりこれはまず第一係もう1つ目ですね。まだこれは第一歩、大きな一歩でありますが、一歩ということに関しては変わりがない。ここからやはりより多く、よりいろんなストリーマーが世界に対してタルコフというゲームをより広めていく必要があるのかなと。そのためにやはり日本でいろいろなイベント、コミュニティを増やし、そこからストリーマーなどもちろんプレイヤーの皆様が参加できるようなコミュニティを作って、そこからねどんどんコミュニティを広げていけたらなと思っております。